体いくらぐらいいくんですかね。20万円ぐらいから30万円ぐらい。でも広告ではなんと1万円と書いてある。そのまま糸が眼球の下のところにリフト。皆さんこんにちは、幸子とのび太社長の美容の裏チャンネルへようこそ。イエーイ。さっちゃん今日なんかシュッとしてますね。気づきました？あったかなんかシュッとしたなと思って気づきましたよ。気づきました。ありがとうございます。実はですね、本当に昨日、スレッド糸を入れてきました。はい、思ったよりは痛くなくて、で満足度の方が高いかなって感じですね。やった直後からいいよ、やってよかったって感じですか？はい、やってよかったなと思います。はい。じゃあ今日はね、そんな糸のお話をぜひしていければなと思いますね。はい。糸リフトってめちゃめちゃ人気ですよね。人気ですね。今またすごく昔に流行ったんですけど、また再ブームが来てますね。はい。30代を超えてくるとタレントが気になりますもんね。気になりますね。やっぱり脂肪吸引はちょっとまだ怖いけれども、糸リフトでちょっと上げちゃおうみたいな方が多いですかね。糸リフトはクリニックから見ても半年ぐらいで効果切れるじゃないですか。だからずっと来てくれるんで、クリニックの経営面としてもありがたいお客様になるってことが多いですね。そうですね。はい。皆さんはご存知ないかもしれないんですけれども、糸の種類って今たくさんありまして、今もいろんな糸のね、掛け合わせみたいなメニューがすごく多いんですけれども、何種類ぐらいあるんですかね、糸。今私が知ってるだけでも50種類ぐらいは、そんなあるんですか？あるかなと思います。一番やっぱり高価で引き上げが強いのがテスリフトっていうものなんですけれども、人気ですね。はい、昔は金の糸って言ってありましたよね。懐かしい。はい、MRI を受けれないみたいな感じの懐かしい、ものもすごくブームになった時期もあったんですけれども、今はだいたい吸収紙っていう溶ける糸がほとんどになります。スレッドリフトって言ってもですね、大きく分けて2つありまして、1つはショートスレッド、言い方変えればモノスレッドとかショッピングリフトというふうになるところもあります。実際に口角の骨とか、そういうところにね入れたりとかしてスッキリさせます。で2つ目はスレッドリフトって言って、実際にコクがついてる、こう引っかかるコクがついていて、でそれで引き上げをメインにやっていく人がありますね。ショートと、長さが違うんですかね。長さも違いますし、強度も違いますかね。はい。ショートスレッドの方はハリセンボンみたいになるやつですよね。そうですそうです。わかりやすい。はい。なんか美容針なのかなのか僕わかんなかった最初。そうですよね。実際に入れると肌のツヤが変わったりとか、スレッドリフトよりも内出血とかも出にくいっていうことで、結構最近はすごく人気ですね。はい。とっちゃんは昨日はどっちをやったんですか？スレッドリフトです。ぐいっと引き上げたんですね。引き上げました。ですね。じゃあ次ください。2本目。同じところからまた入れていきますね。大体18ゲージで3本4本ぐらいまで全然いけちゃいます。はい。同じところにも骨が入ってるんですか？2本目はね上のラインです。1本目はこっちのラインですね。はい。ちょっと多少ずれちゃうんですけど。この状態で皮膚をまず引っ張って糸を入れていきます。糸入れてったら先端触れます。糸触れるので、触れたらグッと垂直に押さえてあげて、こいつが引き込みがあることを確認してください。引き込みが出たら押さえられてるので、そのまま糸を引っ張るのと同時に押さえ込んでいきます。ちょっとこれはテクが少し必要なんですけど、そうするとここがすっきり上がって、ここに全部集まってくるんですね。すごい上がってます。このくらいの引きずれ感であれば1週間ぐらいで綺麗に馴染んでしまうので、まず心配はいらないです。もうクリニックの経営からしてもすごくいいことだらけなんですよね。そうですね。例えば定期的に来なきゃいけないので、1年に1回クリニックに足を運んでくれる、それから単価も低くはないのでそれなりに売り上げが立つ、それから先生が覚えるにあたってそんなにめちゃめちゃ難しい主義でもないので、新しく入職した先生が覚えやすいクリニックにとっては非常にいいですよね。
広告結構ぐちゃぐちゃというか、そうですね、はい、闇だらけでして、ちょっと僕今日資料を持ってきたんですよ。これちょっと画面に映せないけど、はい、すごい同じようにすごい出してますね。そうなんですよ、はい、なんとかリフトみたいなのが、はい、めちゃめちゃあって、はい、まあ1本1万円みたいな書き方してるんですけど、はい、これ実際1本だけ入れる人っていないじゃないですか。いないですね、はい、この見せ方ってそもそも1万円で終わりそうみたいにちょっと錯覚があるのかなって僕すごい思ってて、ちなみに実際何本ぐらい入れることが多いんですか？だいたい片方に2本から3本なので、うん、だいたい4本から6本ぐらい入れる方っていうのが多いかなと思います。うん、お客さんの会計でいくと大体いくらぐらいいくんですかね？だいたい20万円ぐらいから30万円ぐらいで、たくさんやっぱり入れたがる方とかは高いとですね、だいたい50万ぐらいいるかと思います。なるほどですね、はい、でも広告ではなんと1万円と書いてあるってそう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 なんですよね。そもそもなんだっていうね、はい、1万円でいけると思いきや、うん、そんなわけはないと。はい、糸って治療効果もそうですし、はい、クリニックの経営面にとってもすごくいいじゃないですか。ぶっちゃけトラブル結構ありますよね。ありますね、いろんな症例をスレッドにしても、やられてない先生とかだったりとかしたら、よく私があるのは浅いところに入れすぎている、で糸が見えている、糸が見えてる、はい、あとは逆に深いところに入れすぎてしまって、口腔内に出てしまう。口腔内に出るって口の中に、食べながら一緒にご飯と一緒に食べちゃうみたいな、引っかかっちゃうみたいなパターンとか、あとはこめかみあたりから入れていくところの部分だと、ドクターが疲れてる時だったりとかすると、そのまま糸が眼球の下のところにピッと最終地点が出たりとかするっていうケースも私も見たことあります。はい、ドクターが疲れてるってなんで疲れてるんですか？脂肪吸引の後だったりとか、パワー使っちゃったりとかするときに、そういう風になるパターン。はい、人気のクリニックでもちょっと怖いですね。怖いですね。それこそ回せのクリニックとかだったらありがちだったりとかしますかね。大きなところとかそんな感じですもんね。はい。そもそもなんで糸でここから入れたのに眼球のここに出てきちゃうんですか？思いっきり手が震えてしまって、そのまま眼球のところに横にこうブッと入れてしまうみたいなパターンですね。でその目の下をやっぱりきれいにしたいと思って大体この辺ぐらいを狙うんだけれども、実はこの辺に入ってしまったっていうパターンですね。はい、道がそれちゃうわけですね。そうですね。はい、実際その眼球の方に当たった患者様に関しては、やはりもう大きい問題になりまして、和解金をね払って患者様に納得させてっていうパターンがありました。いくらぐらい？いくらぐらいというと、実際慰謝料も入れて100万弱ぐらいの金額が動きましたね。はい、それはすごいわ。はい、気をつけてください、本当に皆さん。なんでこういったこと起きるんですかね？やっぱり回せのクリニックとかだったら、糸入れる時間もやっぱり限られてくるっていうのがあるので、だいたい1時間ぐらい取られてるものを、カウンセリングだったりとかヒアルロン酸とかとぶつけられて、実際に30分しか入れる時間がなかったりして、下のオペ。そうですそうですそうです。で先生も慌てて入れてそういう事故が起こったりとか、怖い怖い。はい、あとはよくあるのは左右差ですかね。左右差が出ちゃうってありますよね。ありますね。で本当はデコボコしたくない1週間ぐらいで綺麗になりますよって言っても、1週間経ったとしてもまだデコボコしたままでみたいな方がいたりとか、あとは実際に入れる時に神経を触ってしまって、で目の方まで全部神経がいってしまってずっとこう目が開かなくて、そういうパターンもね和解金を払った患者様もいらっしゃいます。トラブルだらけですね。はい。これそもそも糸って結構なんかみんな誰もやりたいみんなやりたいみたいになってますけど、みんなに適応ってわけじゃないですよね。そうですね。実際に適応じゃない方ってなってくると、脂肪が多くて、もう本当に脂肪吸引の方がいいんじゃないかなっていう方とか、あと皮膚がすごく薄すぎて糸自体が透けてしまうような、本当に摩耗肌って言われるような肌の方とか、そういう方とか、あとはですね、もうたるみが進んでしまっていて、フェイスリフトじゃないと適応じゃないなっていう方とかは実際いらっしゃいますね。結構いいご年齢の人はちょっと糸じゃもう難しいっていうことがあると。
ってことですね。はい、そうですね。若い人ってどうなんですか？若い人とかに関してとかは、糸も入れてもいいんですけど、うん韓国とかで骨切りしたりとかする方なんかとかはたるむんですよね、なのでそれで糸でリフトアップっていうパターンもいらっしゃいますし、あとは若い方でパーンと張ってる方に関しては、ハイフの方がいいんじゃないかなというふうに思ったりもします。そうですよね。はい、なんかハイフをやって、それの効果をちょっと薄いなみたいなのを感じた方が糸をやるみたいな、そんなイメージある。そういうことで、はい、今日わーっと喋りましたけど、はい、じゃあいつものまとめいきますか。はい、いつもおまとめ動画でもお話をしているので、クリニック選びをちゃんとしていくことと、あといい先生選びをするっていうことは変わらないんですけど、いい先生っていうのは専門医を持っていたり、症例数をたくさん持っていたり、医療の医師歴が長い、みたいなところはもちろんなんですけど、なんか他にありますかね？そうですね、他といえば最近糸がブームになってるっていうこともあって、糸専門のクリニックとかも出てきたりします。糸専門のクリニック、はい、今までは額って言ったらボトックスだったんですけど、ボトックスと一緒にこう額に糸を入れたりとか、あとは目の下のクマのところにこう糸をこう入れたりとか、すごいですね。あと鼻もプロテーゼを入れるのが怖いからっていうことでシミュレーションとして、そのままこう糸を入れたりとかするところのクリニックとかもありますね。はい、糸の魔術師じゃないですか。そうなんですよ、魔術師です。魔術師ですね。選ぶポイントいっぱい話しましたけど、逆に避けるクリニックのポイントありますか？結構さっきの広告の方に、ちなんだ話になるんですけど、その場の即決を当日にすぐやってください、今日だったら空いてるんでみたいな感じで、即決をね強引に迫るところもありますし、あとはモニターの価格をむやみに割引をするところ、そこはもう本当にドクターの練習台で症例集めだなというふうに思っちゃいますね。僕みたいなやつでいくと見積もり書にめちゃめちゃに本数があって、金額が最初からめっちゃ高いんですよ、だけど当日なんで半額ですみたいな。ありますね。それはね大きなところですけどね。このチャンネルでは美容業界の闇や裏情報を皆さんにお届けします。この動画が少しでも参考になりましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また皆さんが気になることがありましたらコメントいただければ次の動画の参考にさせていただきます。それでは皆さん次の動画でまたお会いしましょう。昨日私はここに3本入れてここに2本入れて全部で1、2、3、4、5本たくさんは押し棒が多いから、一番強い高い肉入れてました。マジか脂肪があるとその重みで糸が負けちゃうから、もっとしっかりグッと上げるために、お高い糸だと強いんですね。強いです。上がってました。上がってましたよ、今日見たら。200人の YouTube に上げるって言ってました。視聴者さんは入れてる人いっぱいいますかね。視聴者さんは入れてる人いっぱいいますかね。いますよね、きっとこれから美容にこれから来るっていう人とかは、スレッド今すごいいろんなところでインスタでやってるから、来るんじゃないかなと思いますけどね。皆さんもね何本入れてるかコメントで欲しいですね。欲しいですね。皆さんコメント入れてください。昔の糸と今の糸ってどうなんですか？もうどんどん良くなってますけど、前はやっぱり有名ブランドしかなかったと思うんですけど、今まで聞いたことがないような糸とか、あとは最近クリニックで T 式とか、なんちゃら式みたいなクリニックの名前をつけて、実際に何の糸を入れてるのかっていうのがわからないところ、そういうところのクリニックも多いので、糸の種類は絶対に知ってた方がいいんじゃないかなと思います。入れる糸の種類って一般の人分かりますかね？ね、分かんないかもしれないですけど、でも PDO と PCL って言って、PDO が大体6ヶ月から8ヶ月ぐらいで溶けるんですよ、で PCL の場合は大体8ヶ月から1年間ぐらいで溶けるんですけど、そんなに違うんですね。なので長持ちさせたい方は PCL の方、値段どんぐらい違うんですか？値段は大体 1.5 倍ぐらい。じゃあ時間効率で言ったら PCO の方が PCL ね、最初に言った方だったっけ？ PDOいいですね、コスト的にはいいんですよね、ただ自分の体に何回もやるんかいみたいな話で言うと嫌だから長い方がいいですよね、タイパで言ったら韓国製の方が切れちゃうの早いけど安いやんみたいな、だけど何回も刺したくないでしょってね